ベッキーさんの頃から不倫肯定派ですが、長野かやでいいんだっけさん報道でも相変わらず日本人の不倫関係は常軌を逸していると思います。そもそも芸能人のプライベートオーダー、プライベート権の侵害、それにより社会的地位を下げるような答え、免疫となっていますが、AI を使って効率的に取り締まりできないものの消化できないですね。こちら不倫をしている人が嫌だというのを表現することを法に触れないので、法律上取り締まりというのができないんですよね。法に触れることであれば取り締まりなんですけど、名誉毀損罪だと思いますって書いてあるんですけど、多分警察で行くと、それ名誉毀損にならないっすねって言われて終わりなんじゃないかなと思います。これ長野さん、僕下の名前読めないんで、かやでいいの。かやちゃんも魔女狩りですよね。本人指定してるのにっていうので、本人が指定してるからやってないわけではない。いや、本当にやってないかもしれないけど、やったやつも否定するから、とりあえず僕はここは本人が指定してるから乗るべきかというとそうではないんじゃないかなと思います。愛とは差別であるとのセリフがありました。これは正しいと思いますか？はい。人類愛とか万人愛とかって嘘なんで、愛情とか自分が何かを提供する範囲というのは人は決めてるんですよ。長野メイって読むの？日本語の漢字難しいね。メイさんって読むんだ。すいません。これメイなんだ。というわけで、自分の愛する大事だと思う範囲というのを決めるのが愛なので、それ以外は大事ではない、愛さない。保守系の人って自分が大事だと思うのを日本民族までで、日本に住んでいる別の民族に対しては愛情湧かないので、こいつら別にどうでもいいんじゃねって思ってるみたいなのも愛の範囲だと思うんですよね。先日 TBS の感謝祭で江頭2時50分59歳が長野行く25歳を全裸で追いかけましたと、長野なんとかさんが泣いてしまい、スタジオを途中退出しました。スタジオ教室の周囲も盛り上がったし、長さんも自分から不登校を選んだわけで、MC 岩井浩二先生もみんなの前に中西さんとしてこれはいじめではありません。なんかニュースでちらっとそんな感じのを見たんですけど、僕ただちょっと状況がわからなくて、これをどう突っ込んでいいのかもわかんないんですよね。テレビ局が流すものっていうのは、基本的には脚本があって作られてるもののバラエティなので、真実だと思わない方がいいっすよ。あ、そういう演出ねぐらいでいいんじゃないかなと思いますけど、はい。なので僕は基本的にやらせだろ派です。はい。っていうので、はいはい、やらせやってんのねっていうので、それに対して目くじらを立てて怒ってる人っていうのがつられてるなーっていうふうに思うんですけど、はい、なんで信じちゃうんだろうね。結局さ、バラエティ番組として面白いものというのを構成をして、キャスティングをして、で、この時間はこういうことをやってっていうのを、すごいお金をかけてみんなで決めているわけですよ。そこがなんか真実であって、本当にハプニングが起こったんだって思い込める方がすごいよね。いやいや、そういうハプニング風な演出をしてるんでしょっていうふうに僕は思っちゃうんだけど、カメラが回ってないところで芸能界はこういうことありましたとか言ったら芸能界ひどいよねってのはわかるんだけど、カメラが回ってるところは演出でしょ。カメラが回ってるところで本当にハプニングがあると思える方が不思議だよ。人生の一部になっているほど好きな作品があり、何年も毎日めでていたのですが、主演が不倫騒動を起こしてからその作品が見れなくなってしまいました。重要な作品なので不倫に嫌悪を感じてしまいます。唯一無二でこれのよりどこになっていた作品なので、このまま封印したくないです。今は毎日虚無です。どうしたらまた楽しく見れるようになるでしょうか。役者とキャラクターをリンクさせちゃう人って結構多いんですけど、無理ですよ。例えばじゃあ童貞の役とか処女の役とかを役者がやってる時点で、いやいやお前童貞のわけないやろみたいな、なんかモテない男役とかを日本の映画とかでやるやついるんですけど、お前絶対モテる顔してるじゃんとか、モテない女の子役とかもお前全然モテるじゃんみたいなのあるんで、もうそういうもんだよねっていうので、もうそこはね完全に切り分けるっていう癖をつけた方がいいと思います。人生長いので切り分けをする、もしくは海外ドラマね、役者に対しての情報が一切ないから誰が誰やら分からないっていう感じの慣れの問題。そう、電車男もね、だって電車男っていうモテない男が電車の中で女の子を助けて彼女になるっていうドラマが2000年代にあったんですけど、主演山田孝之だよ。山田孝之めちゃくちゃイケメンじゃん。所詮ね、山田孝之がオタク風のコスプレをしているだけで、山田孝之がモテないわけないんですよ。もうブイブイ言わせてるやろみたいなっていう感じだったりするので、なのでそこら辺はこう切り分ける癖をつけた方が人生楽しいんじゃないかなと思います。既婚者を好きになったら諦めるべきですか？一般論で言ったら諦めた方がいいよとか、不倫って一応こう訴えられると負けるから大変だよとかあるんですけど、結局自分の人生において何が自分にとって快楽で幸せなのかというのは自分自身で決めるしかないのですよ。誰でもいいけど、既婚者がたまたま好きだったら他の人でもいいんじゃないみたいなのあると思うんですけど、人生でこの既婚者を自分が取るというのをもうどんなリスクがあってでもやりたいとかっていうのであれば、やめた方がいいですよとは思うんですけど、もうしょうがないんじゃないのっていう感じで、もう好きにしたらっていうのがあるんですけど、ただ基本的には既婚者って利用しますよ。
奥さんとか仲が悪いから、まずは不倫っていう形で、奥さんと仲悪いから離婚するよって言って、離婚しないっていうので、結果として10年ぐらい引っ張られて、離婚しないままで、気がついたら女性の方が結構いい年になっていて、裏切られたって言っても、知ったこっちゃねえよって言って、なかなか厳しい人生になるっていう、女性の既婚者好きになってるパターンは、大体都合がよく使われて、なかなか悲しい人生をその後歩むことになるっていうのだったりするので、なので、どちらかというと、不倫はね、不利なんですよね。既婚者側の方が有利なんですよ。なので、本当にその相手と添い遂げられるかどうかでいくと、もう離婚したら付き合いましょうって言って、お互いにじゃあ離婚しましょうってなるぐらい、相手が覚悟を持ってるかどうかで、不倫をしながら離婚する準備をお互いにしようとかだと、大体食い物にされると思った方がいいんじゃないかなと思います。20代独身女です。不倫ドラマ、不倫漫画などが大好きで、実際にも彼女持ちや既婚者にばかり惹かれてしまい、関係を持ったこともあります。良くないという認識もありますが、どうしてもこの際変われるか不安です。このせいだけではないですが、数年彼氏もおらず結婚して不倫されるなら不倫をする側がいいと思うこの価値観を変えるために、ひろゆきさんから見て何かご意見ありますでしょうか？誰にも分かってもらえない気がして話したことがなく、初スパチャで聞いてみました。別に誰かに迷惑をかけてるんですけど、本人それでいいと思ったらそれでいいと思うんですよね。で、多分30過ぎると子供が欲しいってなると思うので、そうなると不倫じゃなくて、ちゃんと結婚してくれる人の方が育てやすいと思うんですよね。シングルマザーって日本はかなり厳しいので、金も稼いで子育てもしてってやるのに、なぜかそれくらい当たり前でしょ？あなたが選んだ道なんだからみたいなことを周りは言ってきたりするので、金づるをさっさと見つけて、ブサイクで金持ってるけど年上っていう50代とかって、別にもう不倫してもいいから若い人と結婚したいっていう人がいたりするんですよ。っていうのがあるので、もう自分は不倫する前提で50代ぐらいの人と結婚するっていうので、金持ってる50代と結婚するっていうのを狙ってやってみるといいんじゃないでしょうか。金と結婚するっていうのを目的にして、性的なことは不倫で処理するっていうのがあるので、で、多分小種もその不倫相手からもらってもバレないと思うんで、そういう感じで金づる50代を見つけるといいんじゃないでしょうか。35歳男性、結婚して妻と子供2人います。7年前に別れた女性と再度会うことになり、男女の関係になりました。相手は私が結婚していることを知りませんが、私と結婚したいとのことです。私も今の妻と別れ、その女性との結婚を望んでおります。離婚するための理由などアドバイスをいただきたいです。現在子供は2歳とお腹の中に1人子供がいます。このタイミングで離婚の話をするのは気まずいのでアドバイスお願いします。冷静に考えていただきたいんですけど、年収いくらですかっていう話に多分なっちゃうと思うんですよね。2人分の養育費で、不定なので、多分養育費で月に15万円ぐらいは払わされます。月に15万円を所得税を払った後に払うのであれば、なんとかなるかもしれないんですけど、で、そうすると多分手取りで50万ぐらいはないと厳しいと思うんですよね。なんで50万ぐらいないと厳しいかというと、元の家庭に15万払ってますってなった時に、今の家庭に15万円以上払ってないと、新しい彼女というか奥さんは絶対不満を持ちます。元の家庭に15万円払ってんのに、なんでこっちの家庭に10万円しか使わないの？おかしくねっていうので絶対揉めます。なので、元の家庭に15万払うのであれば、新しい家庭は20万円以上使わなきゃいけないので、手取りで35倍以上ないとかなり厳しいです。っていう状態で、でも20万円で生活しなきゃいけないとなると、結構厳しいと思うんですけど、なので、年収としては多分500万以上ないとなかなか厳しいと思うんですよね。今のご時世、伝えて認知させて、多分どこの会社に勤めてるとかもわかるので、慰謝料払わないっていうので裁判持ってって、会社の給料差し押さえとかもできちゃうので、多分逃げ切るのは相当難しいと思うんですよね。なので、今男女の関係になった7年前の元彼女と、エロいことをしたいが目的だと思うんですよ。結婚したいが目的ではないんだと思うんですよね。なので、普通に不倫し続ければいいんじゃないかなと思います。35歳のその元彼女はシングルなので、なんとか結婚して安定した家庭を持ちたい。だから一緒に結婚したいって言ってらっしゃるんだと思うんですよ。でもそれはあなたが離婚した後に毎月15万円の養育費を払うというのは全く想定してなくて、シングルだから結婚したいと思ってるだけだと思うんですよ。でも結婚するとそれだけの負債が来ますよってなると、多分結婚したいって言わないと思うんですよね。なので結婚相手が欲しいっていうところで結婚したいって言ってるんだと思うんですけど、そんなお荷物いらねえよってなる可能性があるので、やりたいことは単に元彼女とやりたいというだけだと思うので、元彼女とやり続けて嫌われてください。口が臭いとか体臭が臭いとか何でもいいんですけど、やり続けるんだけど金払いめっちゃ悪い、収入も低いからしみったれてると、ホテル代も割り勘するみたいなことやっていくと、そのうち飽きられます。こいつと結婚するとまずいなってなって飽きられるので、
なので、大人の関係は何回か入れつつ、スムーズに分かれて、今の家庭にはバレないっていう形でいけるので、なので、金のないふりをするっていうのでいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。